皆さん、こんにちは。福井外国人材受け入れサポートセンターの田中です。本日は就職活動セミナーとして第3回を放送していきます。よろしくお願いします。今回の内容として5番目の書類選考とはのお話をしていきます。書類選考の話でちょっと長くなりそうなので、面接については次回にしたいと思います。まず、就職活動の選考の流れについてお話しします。前回からお話ししている通りですけれども、まず0番としてインターンシップや企業説明会があります。こちらに参加してから1番のエントリーをします。で、会社によっては2番の知能テストなどがあります。3番目の書類選考に進みまして、そこで合格すると4番目の面接に入ります。会社によって面接を何度かしてから5番目の内定ということで就職活動が終了します。書類選考とは、企業が皆さん応募者の提出書類をもとに面接に進めるかどうかを判断する最初のステップになります。皆さんから提出された書類、つまり履歴書やエントリーシートを見て、会社が面接に進めても良いかどうかを判断するということです。履歴書とは、個人を識別する情報が書かれているもので、名前や学歴や専攻、資格など、どの会社でも同じ内容になる書類のことです。逆にエントリーシートはその人の考え方が書かれている書類で、例えば志望動機や自己 PR、学業で力を入れたことなどを書くものです。これらは必ず会社ごとに違う内容になります。なので、履歴書を使い回すということは可能ですが、エントリーシートをいろんな会社に使い回すということは不可能ということになります。では、先ほどの3つの中から志望動機についてお話しします。志望動機とは、なぜこの会社に入って仕事をしたいのかということを説明するということになります。ですので、この3つの点に注目して考えてもらいたいと思います。まず1つ目が、業界やその会社についてしっかり理解しているかということです。例えば、あなたがプログラミングを仕事にしたいと思っているのに、会社は外食業を中心にしている会社ということになると、本当にこの人は我々の会社について知っているのかとか、外食業でプログラミングをするというのはちょっとおかしいんじゃないかというふうに考えられてしまいます。他にも、一般の消費者に向けた製品を作りたいと思っているのに B2B の会社に入るというのはやはりちょっとおかしな話ということになります。2つ目が熱意があるかということです。競合他社ではなく、なぜこの会社に入りたいのかという理由を書く必要があります。これが一番難しいと思われます。文章によってその人がその会社にどうしても入りたいという熱意を表現するのは日本人でも日本語で書くのは難しいので、留学生の皆さんが日本語で書こうと思うと、やはり訓練が必要になるかなというふうに思います。3番目が、入社後にあなたがどのように会社に貢献できるかというものを書く必要があるということになります。企業研究をして、その会社が求めている能力を文章でアピールする必要があるということになります。例えば、今はその会社は家電を作っている家電製造の会社であるが、将来は
IT 部門をもっと大きくしたいということが企業研究で分かった場合には、家電を作りたいということではなくて、将来の IT 部門で働きたいということで、今の私には IT の能力があるよということをアピールする必要があるということです。この3つの点に全て共通するのは、やはりその会社をしっかり研究したかどうか、その会社のことについて調べたかどうかということが問われるということになります。なので、志望動機を書く前に、その入りたいと思っている会社について、やはりしっかり調べる必要があるというふうに思われます。次に、志望動機のよくある NG 表現ということで、このように列記させてもらいました。上から言いますと、例えば、よくあるのが、この業界が好きなので志望しましたという書き方があります。よくあるのはゲーム会社とか、コンテンツの会社などになりますけれども、当然、ゲームの会社に入りたい人たちはみんなゲームが好きです。なので、ゲーム会社に入りたいのに、こちらのゲームが好きなので、志望しましたということを書いても、あまり意味はありません。2つ目が、例えば、御社の雰囲気が良さそうなので志望しましたというふうな書き方をすると、やはり抽象的で、意味がわからないというふうに思われます。根拠が不足するので、御社の雰囲気が良さそうとただ書くだけでは何の意味もありません。3つ目に、会社に貢献したいというようなことを書くということがありますけども、どのように貢献してもらうかということまで表現してもらいたいなというふうに思います。4つ目に、魅力を感じましたということを何回も書くということになりますが、これはもう会社の方も魅力を感じて応募してきてもらっているのは分かっているので、それ以外のことを書くべきだなというふうに思います。5つ目に、よく留学生の方ではちょっとあるのかなと思いますけども、給料がいいとか、福利厚生がいいとか、会社が大手なので志望しましたというようなことを書かれる可能性がありますけども、これは絶対に書いてはいけない内容ということになります。給料がいいのでそちらの会社を志望したということは、他の会社でもっと給料がいいところが見つかったらそちらに転職するということを含んでおりますので、そういう書き方をしてしまうと、この人はこの会社に入ってもすぐに辞めちゃうのかなというふうに思われてしまいますので、やはり給料がいいとか、大手なのでという書き方はしない方が良いというふうに思います。最後に、誤字とか脱字、勘違いとかっていうようなことがありますけども、誤字脱字が悪いのではなくて、それが気づかないと。それに気づかないまま提出してしまうというのが、やはり見直しをしていないということで、これは減点対象になるかなというふうに思います。なので、これらの NG 表現が入っていないかどうか、必ず他の人に見てもらってください。会社の方は、あなたたちが留学生であるということは分かっているので、日本語的に難しい表現を求めていることはありません。なので、簡単な日本語でいいので、このような NG 表現を避けて、自分がなぜこの会社を志望したのかということをしっかり書いてもらいたいなというふうに思います。次に2つ目として、自己 PR ですけれども、自己 PR というのは、自分の強みを理解しているのかどうか、そしてそれを会社に対して説明できるかというところを見られる項目になります。自分の強みとは、このような感じで列記しましたけれども、これ以外にもたくさんあると思いますので、自分を分析して自分の強みを考えてもらいたいと思います。例えばですけど、課題発見力ということで、自分の中での課題を発見するということは、すなわち会社の課題を発見してくれるということにもなりますので、それを強みとしてアピールしてもらいたいなというふうに思います。できれば具体的なエピソードを用いて説明してもらいたいなというふうに思います。自己 PR を書く上で、絶対に外さない4つのステップがあります。1番が結論、2番目が強みを発揮した具体的な行動、3番目が結果や成果というのを数字で表すということになります。で4番目がそれを仕事にどのように生かすかということになります。この4つを例に
立ててみますと、1番目に私の強みは継続力ですと。2番目に日本語力の向上のために毎日30分の学習を4年間続けましたということで具体的な行動を書きます。3番目にその結果 JLPT でいうところの N2 まで向上させましたということで具体的な数字をここで出すということになります。そして4番目としてこの継続力を生かしてあなたの会社でも業務知識の習得や長期的な課題解決に粘り強く取り組みたいと考えておりますというような形で1番の継続力を4番目でどのように利用するかということを書くという流れになるかなというふうに思います。3番目ですけども、学業で力を入れたこと、通称学知化と言われるものを書く必要があります。学知化の最も見たい部分は、会社は再現性を知りたいということになります。なので、学業でどのように頑張ってきたのかということも聞きたいんですけども、それ以上に会社に入った後に、その力の入れ具合、入れ方っていうところで、どのように仕事において再現性が出るのかというところを知りたいと思っているということになります。なので、内容としては、大学で力を入れたことを素直に書けばよいということになります。例えば、研究を頑張ったとか、ゼミで頑張った、日々の授業を真面目に受けていたというようなことで、これをベースに書けばよいので、何も複雑に難しく考える必要はありません。なので、下の方の研究内容が浅いとか弱いということは全く問題になりません。また成果が小さいということも問題になりません。よくあるのが力を入れたことなんてないんだよなという話がありますけど、そんなはずはないということで、何かしら大学なり学校に行っていれば何かを頑張っていたはずなので、それをやっぱり自己分析して考えてもらいたいなというふうに思います。学知化におけるよくある NG なんですけども、真面目に授業を受けましたということを書くんですけども、これを書いても、あまり意味はありませんので、真面目に授業を受けたと、真面目にっていうのは何なのかということを具体的に書いてもらいたいです。例えば、授業が始まる10分前に、予習をしておいたというような形ですね。4年間大学に行っている間に必ず予習をして授業に臨んだということであれば、それが力を入れたということになりますので、仕事においても何か仕事を始める前にちゃんと準備をしてから仕事をするんだなというふうに会社の方は受け止めることになりますので、そのような形でアピールするということになります。以降、成果が成績のみで終わるっていうのは、どうやって成績を良くしたのかということを聞きたいということになりますし、努力の中身が書かれていないと、やはり会社でもじゃあどういうふうに努力をしていくのかっていうところが見えないので、なかなか評価がしづらいということになります。まだ、専門用語だらけであまり伝わらないということはあります。少し入れるのは、いいのですけれども、やっぱり理系の方は特に難しい言葉ばかり入れてしまっても伝わらないということでは意味がありませんので、なるべく簡単な分かりやすい言葉にして伝えればよいかなというふうに思います。また、学校で勉強してきたことがやっぱり仕事につながるということが見えないと意味がないので、力を入れていった結果、得られたものをやはり書いてもらいたいなというふうに思います。この学知化は、書類選考の後に必ずあるであろう面接で特に深く聞かれますので、一つ上のやり方として、会社側が質問したくなるような内容をあえて入れておくということがあります。あえてですね、詳しく書かないということもあります。で、詳しく書かないでおいて、面接の時にこれこういうふうに書いてあるけどどういう意味なのというふうに質問をさせるというのが一つ上のやり方かなというふうに思います。最後に、3つの点についてお話ししましたけども、すべてに共通するお話をさせてもらいます。まず、嘘とか、どこかのコピーですね。誰かのコピーをして、添付するということはやめた方が良いと思います。会社の人は今までたくさんの書類を見てきていますので、嘘が入っていたり、他の人のコピーをしたりということはすぐわかります。この時点で、ほぼ落ちるだろうというふうに思いますので、嘘を書いたりはしない方がいいです。また最近の時代として、AI ですよね。AI を使うというのは、やっぱりアイデア出しぐらいまでにしておいた方が良いと思います。
嘘と同じように AI で書かれた文章かどうかもやはり会社の方は分かりますので、すべての文章を AI に書いてもらって、そのまま提出するというのはやめておきましょう。今言った2つは、次の段階の面接の時点で必ずボロが出ると思います。間違って書いてあるとか、言ってることと書いてあることが違うとかっていうことが必ず出てきますので、これはやめておきましょう。最後ですけども、書類選考の合格率は低いと言われています。5% とか 10%、10%、20% とかっていうようなところで、落ちる人の方がやっぱり多いです。特にさらにエントリーが多い大企業ですよね。何万人という人がエントリーしてくるような大企業では、かなりの確率で落ちます。なので、落ちる人の方が多いので、いちいち気にしないようにしてください。会社からですね、落ちたと、書類選考で落ちたとしても、あなたの人格が否定されたわけではありません。あなたの今までの人生が否定されたわけではありませんので、いちいち気にしないようにしてですね、次の、書類選考とか面接を良くするということを常に考えてもらいたいです。次という意識を持ってもらいたいなというふうに思います。これで、今回の、お話は終了したいと思います。次なんですけれども、予定としては、6番目ということで、面接とはということで、面接のお話をしたいなというふうに思います。それでは今日の放送を終わりたいと思います。ありがとうございました。